はい、こんにちは。MD ジャックです。皆さんこんにちは、アイです。この動画で今年はレビュー納めね。あとは今年の振り返り動画を作るのみ。まだレビュー予定モデルたくさんあるんでしょ？あるよ。年明けから気になるモデルをいくつか予定してる。そうなんですね。楽しみです。では始めましょうか。今回は DoonU タイタン S のレビューです。発売から9ヶ月ぐらい経つようですが、ニューカラーの登場ということで送られてきました。タイタンシリーズのドライバーをチタンから LCP に変更した S モデルは DoonU の中ではエントリーモデルのポジションですね。それと DoonU からイヤピも2種発売になったので、後ほどそちらもレビューします。さらに DoonU キマのパッケージに登場している女の子のアクリルイヤホンスタンドも送られてきました。概要欄にリンク貼っておきましたので、興味あったらチェックしてみてください。パッケージ内容は上記の通りで、ケースがとっても素敵です。ジャックさんに頼んでケースだけいただこうかな。ケース、いいよ、あげる。やったー、ありがとうございます。イヤピは3種類が3セットで、赤のイヤピは初期装着分含め4セット。価格は9000円から1万1000円ぐらいで販売されています。外観は三角形を意識してる感じですね。サイバーパンクをテーマにしたデザインなんですって。語源は1980年代まで遡り、その当時のいわゆる近未来風ってやつですね。シェルもフェイスプレートも金属で、表面はザラザラしたサンドストーンブラックフィニッシュになっています。見た通り、付属ケーブルの接続部までデザインの一部になっているので、リケーブルすると雰囲気が結構変わります。ただ、本体側の接続部が上のような形状なので、ケーブルによっては浅くしか入らないか、接続そのものができない場合があるのでご注意ください。接続部先端は色分けされていて、こういう配慮はグッジョブです。ステム先端には、いわゆる返しがしっかりしていて、イヤピのホールド性がかなり高いです。通常仕様で抜けることはほぼないでしょうし、交換時は気をつけないとイヤピが裂けます。フェイスプレート側の丸いこの部分は、エアフロー調整をしているようですが、リスニングレベルの音量で確認した限りでは、音漏れは感じなかったです。でも、聞いてみると程よい開放感はありますね。片側実測 8.2g と、ちょっとぽっちゃり系です。全身アイン合金だと、このぐらいになりますね。デザイン優先かなと思っていたんですが、装着してみると、これがいい感じにフィットするんです。厚みもあまりないので、耳からはみ出る感じもないですし。困ったなぁ。また欲しいモデルが追加されていく。ドライバーは 11mm ダイナミックタイプが1機。ダイヤフラム素材に LCP リキッドクリスタルポリマーを採用。軽量の CCAW ボイスコイルと N52 マグネットを使用しており、出力信号の歪みが少なく優れた性能を発揮。ムーンドロップアリアとかが同価格帯のモデルとして意識され、ドライバー素材も似ているし、実は波形も割と似てる。ではサウンドチェックです。今回はキウイアース、カデンツァと一緒に聞いてみます。とても似ているので違いは分かりづらく、似てるなぁと思っていただければいいと思っています。イヤピは DoonU の S&S、ステージ&スタジオを、ケーブルはタイタン S 付属の高純の銀メッキケーブルを使用しています。ではどうぞ、音量上がります。今回のサウンドチェック、アイには低域の感じがちょっと違うのと、カデンツァの広域がわずかに明るいかなくらいでした。後ほど波形比較しますが、実機ではタイタン S は開放感がプラスされる感じでした。ではイヤピコーナーです。今回は DoonU のニューイヤピ、キャンディーイヤーティップスと S&S、ステージ&スタジオについてです。キャンディーイヤーティップスはよく見かける形状で、ファイナル E に似てるように思います。内側に溝があり、DoonU の各モデルのステム形状にジャストフィットするデザインになっています。サイズは上の表でご確認ください。
一方 S&S ステージ&スタジオは写真の通りストレートなデザインで、触った感じはツルツルしていて、セドナイアーフィットセラステックのようなちょっとウェットな感じ。通常使用しているサイズよりワンサイズ落とした方が装着しやすいかな。低域の感じはいつも比較しているイヤピたちに混ぜるとこんな感じで、特に気になるような落ち込みはありません。一方高域はどちらも6キロ付近をある程度落としてくれる効果があるようです。キャンディは形状も特性もファイナル E に似ている部分が多く、ちょっと固めなファイナル E という印象です。S&S は広域の伸びを特徴としているようだけど、比較した限りではまあ普通かなといった感じ。密着感がいいので無線化して外を歩いてみた。遮音性も良く、ステム先端からイヤピ先端までの距離が少し長めなので、広域も測定結果よりよく出てきている印象で、なかなか面白いイヤピだと思う。同音管に少し浅めに挿して測定した方が実際装着した時の感じに近そうなので、こちらも載せておきます。イヤピ2種も概要欄にリンクを貼りましたので、よかったらチェックしてみてください。では他モデルとの比較で、まずタイタン S のシングル波形から。ご覧の通りタイタン S はある帯域だけ突出するようなカーブタイプではなく、バランスを意識したチューニングに見える。特徴的なのは3キロ付近をピークとして2から5キロまでで一山になっているカーブ。この帯域は人が感知しやすいとされている部分で、例えばこういうチューニングのモデルと比べるとボーカル、サックス、ピアノなどのメロディーラインがより明瞭に前に出てくる印象。とはいえそれほど強く出ていないので、ワンポイントアクセントのように感じられる。では比較モデルの波形を重ねてみます。7Hz、サルノース0とキビイヤーズカデンツァを重ねてみると似た部分が多いことがわかる。ゼロもカデンツァも特に低域が強いとは感じないけど、タイタン S はさらにあっさり。ドラムのキックの量感はあまり感じず、ベースラインも追いやすい。低域がこのぐらいの出方だと他帯域の見通しは良く、サウンドステージは横への広がりをより感じ取れる。この帯域はほぼ同じとして、3キロと6キロでの出方は明るさの違いとしてはっきり感じられ、タイタン S は少しマイルド。広域の改造感は少し落ちるかもしれないが、不足感はなく、長時間のリスニングにはむしろこのぐらいが適している気がする。低域が他帯域をマスクしないので、全帯域としての改造感、分離感は良く、バックのサウンドも聞き取りやすい。広域の感じいいですね。セロやカデンツァの方がちょっと明るいですね。広域重視がお好みな方にはちょっと物足りないかも。そうだね。でもしばらく聞いてると耳が慣れてくるんで、いい出方だと思うわ。フェイスプレートのエアフロー処理効果で適度な開放感が心地よく、モニターライクな部分を持ちながら分離や広がりを感じられ、とても楽しく聴けるモデルという印象。まとめると、バランスとフラットを意識したチューニングの傾向。低域を特に意識せず、全帯域の見通しはいい。3キロ付近のピークがそれほど強くはないが特徴的。6キロ付近はしっかり減衰し刺さらない広域。サウンドステージは横への広がりを感じる。全帯域としての改造感、分離感は良く、バックのサウンドも聞き取りやすい。モニターライクな一面と同時に分離や広がりも合わせ持つ、楽しく聴けるモデルといったところでしょうか。1万円前後のタイタン S は高めのモデルが多いルーヌーの中ではエントリーモデルのポジションですが、7Hz、サルノーツ0やキビイヤーズ、カデンツァの質感が好みな方には合いそうなモデルだと思います。ということで、ルーヌータイタン S のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。